ハローこんにちは。 T1vs ジェンジ3試合目、もう後がない T1。 ブルーサイド3回連続、ここで勝ってレッドサイドでも勝たなきゃいけない。グラガスが空いている。ファーストピックグラガス来い。グラガスを相手に使わせるな。あいつはもうなんだと。確かにグラガスはバンするほどではないけど、キャラがあいつはもうノリに乗ってやがる。構成もクソも関係ねえぞ。ウーコンを取るだと。ウーコンピックからのうわ、ここ大体 ADC サポートなんだよね。ジンクス、タムケンチ、ピックが速え。グマヨシジンクス大好きですね。いやでもこれグラガス刺さるんだよね。ジンクスタムケンチ相手。タムケンチ相手グラガス刺さるで。でもさすがにティア1ジャングラー、ティア1のジャングラーを使わなきゃいけないから、ジャングルアーリアバンしたんだね T1。 ジェイスバン、ヨネバン、セジュアにヨネを警戒してると。やっぱヨネセジュは最強だからな。チョービーがねやばいですから。懸念バンどうなる。マルファイト毎回バンしてるけどな。マルファイトだるいっちゃだるいぞ。でもグラガス、あいつのグラガス、でもグラガスバン、グラガスバーン。さすがにこいつうますぎる。ドランがあまりにもドランがね、グラガスうますぎるからリスペクトバンね。おー、なお取るか。なあ相手ヤスを取ったこともありますが、グマ何を取るトップ。なんか今強いんだよね。おえー、またファーストピックベイガー。And I think if T1 are bold enough to do it, the play has to be great. It has to be phenomenal. And Zeus cannot fall apart in this fight. ジンクスキャリー構成だな。おお、一旦ゼウスタンクでギムタンク。T1 レートゲーム構成取ってきましたね。To really push out a lane completely. See, LeBlanc is available, but we've seen what Vegas can do. で、ここでチョービーは何を取る？リサンドラ。Game after game. That is what they're going to use into the Veigar into the mid lane this time. And it's again a lot of comfort here. まあリサンドラ相手タムケンチいいと思うけどな。Most notably on that Zyra Khan Lissandra combo shown many times in T1. まあリサンドラのエンゲージにラカンが合わせてくるって感じか。T1 がよくねえか。耐えればね。まあ5-5は負けねえだろう。問題はリサンドラがプレイメイクしてくること。いやーこれはね T1 勝ちます。もう T1 信じて俺はピザを頼む。腹減った。こっから T1 勝つからもうピザ頼みますよ。これで負けたらピザ来る頃にはもう T1 負けて俺泣いてるけどあれなんかこのピザしょっぺーなって。T1 ファイティング Let's go T1! Let's go Faker! いやーまさかね 0-2 になるとはね T1 が
でも今回構成はランドリーさんセンチありがとうございます。今回この構成的に T1 はレートゲーム一旦落ち着こう。なんか焦りがある。焦ってる。一旦ゆっくりプレイ。チキンにワードを置いてセジュアニの回り方を確認するやつや。チキン食いてHere in this bot lane, Jinx, Tom Kench, something that they have played so well. Pays and Delight, a lot of comfort there as well. レートゲーム構成ですね。サイオンもベイガーも恒久的にスタックが溜まってどんどん強くなっていく。サイオンは HP が増え、ベイガーは AP が増えると。ジンクスもレートゲーム超強くて、タムケンチもアルティメットのレベルが上がるたびにシールドがめちゃくちゃでかくなっていくからね。タムケンチは最近結構ホットなチャンピオンかな、プロシーンで。アフェリオスがメタになってきて、ジンクスはそこまでメタではないけど、もともとタムケンチがリワークされる前からアフェリオス、そしてジンクスと相性がいいですね。機動力がない ADC と相性がいい、特にハイパーキャリーの。タムケンチは味方を救うアビリティが W からアルティメットになったので、クールダウンがねすごい長くなっちゃった。その代わりにシールドがめっちゃでけえから、使い時はほんと慎重にならなきゃいけないけど、タムケンチね意外と強いですよ。ソロ級のタムケンチはね使う価値はないですけど、ノラの ADC なんか守ってられないし連携もできないし、プロが使うタムケンチは強い。いやでも攻めるね。ジンクスは射程が長いです。射程の力で武器を切り替えることによってミニガンの時はアタックスピードが速い。でも射程が短い。ロケットは射程が長くてマナを消費する。この切り替えが重要です。このでけえウェーブをな叩きつけて有利を取らないといけない。ゆっくりゆっくりプッシュ。でけえウェーブ、できるだけでけえウェーブを作って、できればダイブしてぶっ殺してやりたいけど、トップはサイオン対ナー、イーブンだろうね。ナーが有利か、さすがに。サイオンがレーンはあまり強くないので。ナーも強いんだよね。でこれ怖いのが、そうリサンドラがプレイメイクすること、これが怖いです。一発で死ぬぞ、フラッシュ W。 うわー、これはマジかよ。1対1勝ってんのに。ベイガーの弱点です。でも今のはね結局タワー下にいても死ぬからな。ウーコンの回り方読まれてたかな。Peanut and Chovy are there to set up the play. This is one of the things that we've talked about so much for Chovy throughout this split. Is one of the biggest criticisms of this player has seems to gone up in thin air. The amount of cross-map impact he's had in playoffs is nuts. And then you look at his stats and you're like, how can he do both? でもサイオンだから。でもキルはリサンドラか。これリサンドラが動くんだよね。初手ブーツです。本当に動く気だ。ベイガーがついていけるキャラじゃないので、リサンドラがウェーブパパーっとプッシュして動いちゃったら、ウーコンがいないところがもうやられちゃう。この機動力。でも HP を削ることによってロームを阻止する。いいね。ああ、6になったリサンドラ。
a very, very snowbally game here for GENG. 2 kills picked up for Lissandra early. And you have level 6 advantage. You know you can pull this off, and Faker gets away, but you turn it instantly onto Owner. And Peanut had flashed the whole time. They were always going to be under threat, and playing up like this at level down is just a huge risk. And this play, as mentioned, starts off. Dora unfortunately goes for an early flash. This early on, the cooldown on Q is still long, so Zayas can't go in. And there's just no way to live there, right? Like with the summoner still available. That play, I think, very nicely executed, but this is just ウーコンが、まあ、ベイガーがやられるからウーコンが止めに行ったんだけど、逆にやられちゃったか。レベルも負けてたしね。セジュアニ対ウーコンってセジュアニが勝つんだよね、ショートトレード。レベル勝ってるからもちろんあれは勝ちきれるし。Owner, of course, fantastic on this champion. Don't need to remind him of that one, but the 2v2, a little bit more difficult at that particular instance. The way that it was played by GENG, absolutely fantastic. But still, salvageable for T1. This is by no means over, but a worrying sign at the beginning. It all depends on what state will Guma be in. But if the rest of GENG on top half is getting super いやでもこっから T1 は7000ゴールド差から勝ったよ。構成はファッキンレートゲームマジで。どっからでもキャリーができるのが T1 だ。いい反応いい反応。セジは見えてなかったけど、この入りは後ろに誰かいるだろうっていうフラッシュ。しかしジンクスはクレンズがないんだ。リサンドラだるいね。ミッドのプッシュがあるから来るね。分かってても絶対食らうんだよねこれ。ウェーブをうわサイオンが助けに来る。サイオン助けて。ボーンビッチゴーフェイカーチョービーを殺してデライトを倒して。うわ1キルしか取れねえのかよ。ヘラルドをゲットナイス。セジュアニを倒せ。サイオンノックアップ届かない。Now this is not without cost here for T1. Zayas is going to use his ultimate here and it's going to be out of lane. But this is the first T1 moment I feel like we've seen in this series where it looks like it's going to be. And that solidifies the big. And T1, they're a team who will turn dives on their heads. And we've seen it so often without vision of where Zayas is. You do have to respect this and carry it by so much time he goes down there. But this is the T1 we've been so familiar with this season. Is a T1 that turns these plays around. Now they have a gold lead. And what's really big as well is that particularly when you're down リサンドラ3キル、チョービーさん3キル。 Because if they just get that dive, right? And GENG walk away without paying a cost, you're going to be feeling very, very bad. Particular that ultimate from Guma is the big difference maker. いやーミッドジャングルがこうやって動くとどうしようもないよな。だからウェーブは押し込まれちゃいけねえんだよ。ボトムはウェーブ押し込んだもん勝ち。ベイガーサイオンのシナジーも見て取れたな。おう。It appears to be the Drake did go over, of course, to GENG regardless. That is to say, it looked like they were taking it, but they have actually moved away. Now they're trying to rotate up here and defend this. 使えなかったんだけど読んでたのか。おジンクスタワーオールの速えぞ。でサイオンは守るの強えぞ。おおグマユシーグマユシーフェイカー避けるけどでもタワー取ったタワー取ったサイオンバイ。
And what's crucial here is Guma is getting fed, and this composition stands or falls by can the Jinx get enough ゴールド逆転したぞ T1。 1500ドラゴン止めれるか。いやでもそれ欲張りじゃない、さすがに。4人周りにいるぞゼウス、大丈夫それ。 You are fucking trolling。 ゼウスさん大丈夫っすか。味方どこにもいなかったけど。うわー、ジンクスのウルトダメージえぐ。Bit of a bizarre call, and Faker goes down in the meantime, and T1 making the right choices to get Guma fed, getting that success on the top side, but everywhere else seems to be collapsing. And even just losing Flash on the Scion there, being pushed away while Free Farm is going over to Pays. Yeah, 2 kills for Guma, but he's still farming well, and he's not that far behind. おいジンクスダメージえぐいぞ。クラーケン持ってる。サムケンチもいる。後ろにサイオンが待ち伏せてる。守ってる守ってる。ジンクスに集まってきた敵が。いいね、プロテクトグマユシ行こう。今回はプロテクトグマユシよ。どっからでもキャリーができる、そういうこと。トップは今不調や。ゼウスも割と新人だからな。It's a 4v4 in the bottom lane. It's just non-stop action trying to get as much value to Guma as possible. They want this turret so badly. They've already gotten first brick. They want to set up for potentially more plate gold here on the bottom side, and everybody's grouped up. The top lane doesn't exist here, as both teams have identified Guma is both the threat, but also the saving grace. もうジンクスのレーンに関与できないようにサイオンとウーコンがしっかりカバーしてるね。セジュワニはレーンギャンクも強いからな。おー。As he takes a couple of turret shots, but he'll make it out. He'll be fine. There was already a Devour there for Carrier as well, who does have level 7 now available. Kraken Slayer, huge here for Gumayushi right now. ジンクスはレートゲーム最強よ。The puzzle that they have to solve if they do actually want to get the series win here is how do you kill Guma? Because your backline access with flanks can be amazing. Chovy in particular, obviously going to be really big. And Guma, crucially, also didn't go for cleanse. Now, when you have a Devour available, you can afford to do that more often than not. But unless you can somehow separate Carrier and Guma and Faker and Scion standing in front of him, right? You are going to have to find a way to deal with him as, yeah, unsurprisingly, he has the most damage done. He's already sitting on a Kraken, going to be building. サイオンが全然ファーム食えてないね。グループしまくってたからか。ジンクスが育てばそれでいいからね。サイオンなんで。おっと、おバックを止めに行こうとしたよってか、ルーラーのダサいスキンやん。新人がルーラーのスキン使ってる。あれサインが出せんだよな。なんか星も書いてあるし。おっと怖いんだけどこのカメラワーク。サムケンチ救えない。マジかよ。カットしてくるの偉すぎだろ相手。おい P 様そろそろ疲れてない？ 2日連続だし全然やらかさねえじゃん。いやこれジンクスいないよ。ジンクスいないよ。どっちが取ったの？いや取られた取られた。 T1 は取られた。チームファイトどうなる？ジンクスいねえんだけど大丈夫なの？大丈夫だ。11交換。ああまあでもこれで11交換だったらナイストライだね。ヘラルドワンチャン取れたし。敵5人いたのにこれで1キル交換だったら T1 いけるくね？相手もヘラルド殴ってたってのはあるけど。With his flash available, the amount of safety that he has in the upcoming fight for the dragon is going to be big. I do expect. いやーセジュワニ完璧すぎんか。So Delight, look, note the cancel actually there on the W.
Really, really nicely done. Oh, yeah. Ow. Yeah. That's why Keria wasn't able to appear there and look for the Devour. Maybe Keria flashed, or rather Guma flashes to him if he's able to get over there, but he does not. As this is an engage here from Owner where he gets into the back of the pit here, but unfortunately without an AD carry, the damage just isn't there. いやでもウーコンのアルティメットが全員に当たってたね。ザヤのフラッシュウルトも使わせたと。一旦ザヤはフラッシュゴーストも使ってる。サモナースペルアドバンテージはあるんじゃねえか。おいドラゴンやってるよ。ベイガーのスタンケージ消えた。これが重要なアビリティだ。メガナーです。メガナーよメガナーよ。惜しい。130。メガナーとリサンドラが挟んでくるから前に出れなかったね。マウンテンドラゴンですか。マウンテンドラゴンソウルですか。お、タワしたタワした。ゼウスが一旦ここはフラッシュアウト。ウーコンが入っていくだと。おー、殺しきれないよ。ナーがいねえな。タワー取れるか。ウェーブクリアザヤだから強え。5人で集まったけどミッドタワー取れないか。でも HP は削った。So far away from any real プロテクトジンクス。 So Doran actually has a lot of control, and there's nothing that Zeus can do here. Now flashless, his agency is so low. フェイカーからベイガーからミニオンを盗んでいくグマユシ。キャノンぐらい渡すのかなと思ったら普通にフェイカー9ミスってたわ。それか意図的にジンクスがキャノンを殴るの一発やめてフェイカーの9がずれたか。一定のリズムでキャノン殴ってたから、それに合わせてフェイカー9打ったんだけどジンクスが殴るのやめた。おお34のウルト復活。どうせアルティメット打たれるからウルトそっちじゃなくて上に行ったんだね。でもこれボトム捨ててんだよね。ちょっと待って、トップのファームがえぐいことになってない？ 3、4ファーム食ってねえぞ。もうファームなんか食わないでグループしてジンクスに金を集めるって感じか。でもぬくぬく育ったナーはめちゃくちゃ強いんだよな。3、4がいてもどうしようもねえか。まあ3、4だからって感じ。ダブルテレポート。3、4が来た。でも3、4柔らけ。タムケンチが救う。どうだ。ベイガーが来た。誰も知らない。Never mind, it's okay. All good, all good. Yeah, this is chill. It was just a trade. It's obvious. Yeah. Sorry, guys. Well, luckily for T1, there's no objective up right now, or this would have been more than just a turret going down, but both. ドラゴン2分。これが重要だ。3ドラ取られたらやばいぞ T1。And it looked really scary there for T1 for just a moment because your movement forward there is reliant on the turret surviving, and because it did not, they were very vulnerable. Zeus, being as tanky as he is, even without a mythic, is able to survive, but a lot of map control given to GENG here, and that next Drake is up in less than 2 minutes. What's also big is that Keria was ドラゴン1分40。トータルゴールドは T1 負けてるのか。2000ゴールド。ベイガーのロアも次のドラゴンには間に合わねえな。スタックがたまらねえや。サイオンがいろんなアイテムを買ってるから間に合ってないね。素材屋さんになってるね。それでいる放映カメラワーク。
this Gromp right now. GENG going to give up on the situation. And every time we see GENG set up for a dive, potentially the T1 react and come topside, Dorn is always left alone bottom. And he's actually been taking a lot of the red side jungle here too, so he's picked up so much money. He's actually becoming a second AD carry threat in this game, in fact, and with the amount of gold that Chovy has, he actually doesn't need that much farm this game. This is one of those rare games where Chovy has less farm than Doran because he has so much money. ゴールドはどんな感じ？ He's got 2 Zonias with his ult. He's full build. That's full build Lissandra. Like he doesn't need anything else. ジンクスが今 ADC2000 ゴールド差つけてんのか。ジンクスキャリーやハリケーンできた。 And T1, yeah, Faker lives, but it's not a free win. You know, it comes at a cost, and the main cost is bottom side control. GENG also have tons of vision here on Baron, so it's ボトムのウェーブが燃えてる T1。ボトムのウェーブよりもミッドを先に押し込んで視界を取らなきゃいけない。ハリケーンだからプッシュが早い。ハリケーンプッシュ早い。ベイガーのスタンが決まる。フェイカー。very clean, and T1. フェイカーのスタン決まった。 Okay, so now it's do we start the conversation about stacking 4 Mountain Drakes, Chronicle? Like what's going on here? Well, yeah, could be. At the very least, T1 will get 1, which will help Duma with some baseline defensiveness. They also have Sion. いやー、ジンクスのウェーブクリアがえぐ。ロケット AOE だし、それがハリケーンで何発出るんだあれ、3発出るのかロケットが。えぐいね。ベイガーのケージで敵を集めて囲ってジンクスのハリケーン付きのロケットで AOE ダメージ。もうタムケンチが引っかかったらまずいんだよな。引っかかった。タムケンチが引っかかったってことはジンクスが前に出にくい。おっと視界も取れないぞ。バロン狙うぞ相手。タムケンチが引っかかるのはまずいです。まあサイオンがいるから視界は突破できるけど、ジンクスフラッシュはある。リサンドラもフラッシュある。リサンドラ相手近づくの怖すぎる。ワンチャンスティール狙いたい。スタンケージが消えた。こっから相手入ってくるぞ。どうなる。ウーコンがバロンの中に入っていけるのか、取れるのか、盗めるのか。盗みに行く。フェイカーフラッシュインだけどミスった。ジンクス狙われる。わあ取ってんじゃん T1 が。わあわあフェイカー。誰が取ってたの。取られたかと思った。わおレッツゴー。オーナーが取ってた。ナイス。ダブルスマイトだったはず今のは。フェイカーフラッシュインして。Having a wonderful series and the rest of the team immediately ready to follow up. It's only carry out that they lose, which means that T1 still feels safe to walk up, right? To actually いやタムケンチがいねえからジンクスが機能しねえんだよな。いやよくバロンに入ってったマジで。マジでよくバロンに入った。おおおお。And yeah, you lose the fight after this one, but still a huge win here for T1 in terms of shutting this Baron down. しかもシャットダウンゴールドも回収した。リサンドラ倒してバロン取ってどうなる。ゴールド逆転だ。いけラカンは柔らけ。ジンクスにキルを全部集めろ。Laguma, even though he's at 50% health, he's still got 3 items, and this Jinx is terrifying. Chovy's on the other side. Doesn't have teleport. It's going to take forever to get here. This should at least be an inhibitor going down. T1 turning a lost fight here with a Baron. Oh, Chovy actually stuck around, calling the bluff.
お、なんだこれ。ハムケンチだけいないぞ。バックを止めてるだけだよな。一旦タムケンチが止める。このタワー取られるのはまずい。ドラゴン1分20。バロンは消えた。バロン、いやまだ消えてないけど30秒。お、いいね。2900ゴールド。結構いい感じじゃない？平均だね。And this is just T1 sieging up here. They have Zeus in the front line. Cage hits to light here. There's just no saving him. And there's so much follow-up damage that once the Jinx is excited in moments like this, you just can't turn around. You can't re-engage. Can't do it. GENG still in a position where they are within touching distance, but this is 射程短いんだよね、GENGは。 right where T1だから相手が突っ込んでくるんで、それをベイガーのケージとタムケンで救えばいい。ウーコンもピールできるし。ナーがやばいぐらい育ってんな。それ以上に育っているのはジンクスだ。おお、いいね、射程長いよ、いいよ。パワー取ったのはザヤか。ザヤも育ってる。でもザヤは射程勝てない、ジンクスに。ジンクス殴る前に2発3発殴られるからジンクスは勝てない。ジンクスには勝てないよ、ザヤは。バックを止める。止めれた。止めた。ウーコンフラッシュインだとタワーイン、タワーを突っ込む。サイオンがめっちゃ食らってくれてる。ナイス。いやー、ザヤのバック止めたのでかかったね。ザヤがいないって分かったからもう強気のプレーができる。ゼウス、ドランが近づいてくる。ジンクス、ほっ、ベイガーフェイカおい、グマユシのやつください。うわー、サイドステップ、バックステップ決まった。ジンクス、ジンクス、射程、おー、ボーン、ベイビー、レッツゴー。あ、おい、T1。こっからこっから。あ、ピザじゃないですかこれ。